皆さんこんにちは。今日は6カ国目ラオスに入国します。ラオスの場所はここ。ラオスではスローボートでメコン川を下ります。ルアンパパンでは有名な托発を見てゾウに直乗りしちゃいます。今回の移動はこんな感じ。チェンライからバスでチェンコーンへ、チェンコーンからファイサーイへ国境を越え、ファイサーイからパクベンを経由してルアンパパンへスローボートで移動します。まずはファイサーイへ移動するための前泊のためにチェンコーンの宿に向かいます。チェンコーンへの移動はこの赤いバス。バスを降りた場所に宿のオーナーさんが迎えに来てくれて宿へ向かいます。今回の宿はこちら、パンナカロンさん。このピンクの可愛い小屋が今日のお部屋です。中には3方に窓があって明るいお部屋。ベッドと机と椅子、お水とケトル、ホットシャワー完備の綺麗なバスルーム。自転車を無料で貸し出してくれるというので国境までサイクリングに行ってきます。着きました。ここが国境です。対岸はもうラオスです。ここから見えるのはタイ・ラオス友好橋。近くで見ると途中で国旗が変わっているのがわかります。翌朝、オーナーさんに車で送ってもらい国境検問所に着きました。30分以上待ってやっと出発です。この緑のミニバンで橋を渡ります。昨日川のほとりで見た友好橋を渡っていきます。ここ国旗の変わり目です。入国カードを書いて観光税20バーツを払ってラオスに入国しました。他の交通手段がないためラオス側の国境で待ち構えていたソンテウに乗って今日の宿に移動します。今日のお宿はこちら。映像ではわからないのですが、とにかくびっくりするくらい汚くて不潔で、この度初めてトラベルシーツを出した宿だったので紹介はしません。ただこの宿、朝ごはんだけは美味しかったです。楽しみにしていたスローボートに乗船です。乗船券は宿で手配してもらいました。席は自由席なので私たちは足を伸ばせるように一番前の席をキープしました。それでは出発です。昨日渡った国境の友好橋をくぐって川を下っていきます。しばしメコンと雄大な眺めに見とれます。とはいえ1時間も経つと同じような眺めにすっかり飽きてしまい、本を読んだり寝たりして時間は経っていきます。途中持ち込んだラオス式サンドイッチカオチーを食べたり、船の売店でビールを買って飲んだりしてゆっくりな時間を楽しみます。午後5時、7時間かけて経由地パークベンが見えてきました。パークベンでのお宿はこちら、ジャンヤフォンゲストハウスさん。とても綺麗な部屋、バスルームもかなりこじんまりですがホットシャワーも完備でした。夜は超ローカルな小さなナイトマーケットにやってきました。推しの強いおばちゃんに負けて結局ここで地元ご飯を食べました。朝です。これから用意して出ます。なんかもやっててとてもいい感じです。2日目のスローボートは昨日の10倍くらい綺麗なこの船。シートがバスの座席なのは変わらないけど床はドロドロじゃないしテーブルもついてます。では出発。ところどころで地元の人が降りる停泊所では地元の子供が川で遊んでいたりします。可愛く手を振っていてくれたと思ったら船が出発すると中指を立ててくるやんちゃな男の子もいました。昨日とほぼ変わらない景色の中、軽く飽きた気分で船の時間を過ごしましたが、今考えると何もしないでぼーっと2日間過ごすってすごーく贅沢な時間だなって思います。午後4時50分、7時間かけて最終目的地ルアンパパーンに到着しました。船着き場のソンテウに事前調べの2倍の金額を提示され、同じく事前に調べていた他の外国人の方と一緒に戦って値段交渉に粘り勝ちしました。今日のお宿はこちら、チトラトダビラハウスさん。綺麗なベッドにお水とティッシュ。このティッシュがなかなか置いてないのです。
バスルームもこじんまりですがアメニティ完備でバッチリです。そして膝に勝手に乗ってきちゃう猫ちゃん付きです。朝ごはんもついていてこれも美味しかったです。夜は大きなナイトマーケットにやってきました。お土産に服にラオ焼酎。ラオ焼酎は全部の試飲をさせてくれるのでお酒好きの人にはおすすめです。途中で町の名前のビールを発見して即購入。地方のビールは外せないんですよね。戦利品で全身コーディネートしました。ノースリーブとラオパンツとサンダルで約1300円。3点すべて1万から2万キープ値下げ交渉に成功しています。今日はゾウ乗りツアーに行きます。まずは2時間かけてボートでラオ焼酎の醸造所に行きました。ここでも全種類の試飲をさせてくれて買う気満々だったのに全然買え買え言われず、なんとなく買いそびれてしまいました。ラオ焼酎めっちゃきついけど超美味しいのでおすすめです。メインのゾウ乗りです。このツアーなんとゾウに直乗りさせてもらえるのです。最初は歩くたびに落ちるとはなりますが慣れれば大丈夫です。私の担当のゾウ使いさんはサポートしてくれなかったけど、他のゾウ使いさんはフラフラしていると後ろから支えてくれたりしてました。だいぶ慣れてきて手放しとかしてますが、泥の下り坂で足元が悪いので内心ヒヤヒヤです。川に入って水遊びです。お洋服はこの施設で借りて着替えてあるので、ゾウさんに川の水をかけてあげたり、一緒に水に沈んだりして遊びます。ゾウ使いのお兄さんたちは極力濡れないようにしてるみたい。安定しないゾウの上に立ち乗りってさすがプロ。ゾウ乗り体験が終わったらランチビュッフェです。なんとビールも飲み放題でした。ボートに乗ってゾウに直乗りしてランチビュッフェがあって約5000円。文句なし超絶おすすめツアーです。最後はゾウ使いの認定証をもらってツアーは終了です。夕方になってプーシーの丘に夕日を見に来ました。328段の階段を登っていきます。登りきる前の景色も美しい。これが頂上です。景色より何より人の多さにドン引きです。それでもやっぱり景色は綺麗でした。翌朝、ルアンパパン最終日なので托鉢を見学に来ました。この道中、道路で普通に歩いているサソリを発見。カオさんでよく見る串焼きになっているあのサイズです。ここは裏通りなのでさほど観光客はいませんが、表通りは観光客で歩道が埋まっていました。実はパイサーいて托鉢はちらっと見たのですが、お坊さんはお布施を受け取るとお経のようなものを唱えたりしていましたが、ルアンパパンは違うみたいです。次回、バンビエンで遊びまくります。